こんにちは。今回は我が家のハエトリソウたちなんですけども、つい最近購入したものは除いて以前から栽培をしているもの、また今年の冬から春にかけて購入したものは、こちらの大きな鉢に寄せ植えしているハエトリソウ以外は残念ながら全て病気になってしまったんですよね。中には病気以外に何かしらの原因があるんじゃないのかなって思えるものや、症状に関してもごくごく軽いものからかなり進行しているものまで幅はあったんですけども、調子を崩してしまいました。で、以前病気になった時の様子、その後の様子と2本動画にして皆さんに見ていただいたことはあるんですけども、もうこれ完全回復って言っていいんじゃないのかなっていうところまでハエトリソウたちが回復をしましたんで、今回はそのハエトリソウたちを見ていただきながら、私がどんな対処をしたのか、またどんな薬剤を使用したのかっていうお話をですね、少しだけさせていただきたいなと思っております。ただ今回お話しする内容に関しては、私が実際やったことをお話しするんですけども、行った対処法であったり選んだ薬剤が良かったのか、また正しかったのかっていうことに関してはまた別のお話になってくると思いますので、一つの参考として聞いていただければなっていうふうに思います。また以前出した2本の動画なんですけども、こちらを見ていただいていた方が今回の回復の様子がより分かっていただけると思いますので、またご覧になったことのない方はですね、説明欄、概要欄の方にこの2本の動画の URL を貼っておきますので、ぜひそちらからですね、動画の方もご覧になっていただければなと思います。で、最後にちょっと訳あってボツになってしまった動画があるんですけども、それをおまけとしてつけておきますので、ぜひぜひ最後まで、ご覧になっていただければなと思います。少し前置きが長くなってしまいましたけども、早速回復したハエトリソウたちをですね、見ていきたいと思います。まずは病気の症状が最もひどかった4つのハエトリソウたちなんですけども、以前病気になりましたっていう動画を出した時にはその症状も見ていただきたいなということで、病気の症状の出ている捕虫葉をそのままにしているものもありましたけども、実際にはそういった捕虫葉は早めにカットしてください。そこからどんどんと広がっていきますんでね。実際には病気以外で黒くなることもありますので、判断はなかなか難しいことではあるんですけども、病気のものはそのままにしておくとどんどんと広がっていきますのでね。で、撮影時にもうすでに捕虫葉の方を取って葉柄部分だけみたいな感じになっているものもありましたけども、撮影後にですね、悪い部分カットしていったら、もうこの3つはですね、もう全ての捕虫葉がなくなって、もう葉柄部分だけみたいになっていたんですけども、現在ここまで回復してくれましたね。今出ている開いている捕虫葉、これはですね、全て回復後に出てきた新しい捕虫葉です。この姫もですね、現在たくさん捕虫葉を開いてくれていますけども、全く病気の症状って出てないですよね。この下に以前の葉柄部分ありますけどね。ただこちら2株植えているんですけども、こちらはですね、姫といってもちょっと小さすぎるんじゃないのかなっていうことで、病気の症状は出てないですけども、ちょっとね、回復に時間かかっているのかなっていう感じはするんですけどね。で、こちらのブリストルトゥース、これはもう病気になりましたっていう動画を撮った時にはですね、ほとんど捕虫葉を取ってなかったんですけども、ここまで回復してくれました。これもね、病気の症状今のところは全然出てないですよね。で、こちらは結構我が家に来て古いハエトリソウなんですけども、こちらもですね、今こうして立ち上がっている捕虫葉は全て回復後に出てきた捕虫葉ですね。ちっちゃいですけどね、とても元気です。で、一番ひどかったのがこちらのハエトリソウなんですけども、これは撮影後に悪い部分カットしたら、もう上の部分全部なくなりました。で、土に埋まっている、用土に埋まっている輪茎部分だけになってしまったんですね。で、こちらはですね、古い用土すべて落として新しい水苔で、以前も水苔で植えていたんですけども、植え直しをしました。はっきり言って夏場の暑い時期に植え替えをするのはよろしくないですし、ましてや病気になって弱っている株っていうのはそういったことをしない方がいいとは思うんですけども、私はですね、もうこの古い用土の中にもそういった菌がですね入り込んでいるんじゃないのかなっていうふうに思いまして、思い切って植え替えをしたんですね。
して今こちらに出ている捕虫葉、植え替え後に出てきた新しい捕虫葉なんですけども、このように元気にですね、今のところは育ってくれております。こちらもですね、病気の症状は今のところは全く出てないですね。ちょっとね、ここになんか怪しいかなっていうのはあるんですけども、これはねちょっと違うと思いますね。以前はねこれもう真っ赤な捕虫葉だったんですけども、ちょっとね赤みが出ているぐらいで、これからどんどんと赤くなってくれるとは思うんですけどね、本当に元気になってよかったです。続いてはこちらの2つのハエトリソウなんですけども、病気になりましたっていう動画撮影時には、中に少し黒い点の出ている捕虫葉があるかな程度だったんですけども、そこから2、3日後ですね、全体に一気に広がりまして、悪い部分をカットしていくと、この2つのハエトリソウも捕虫葉のない傭兵だけみたいな感じになってしまったんですけども、今現在ここまで回復してくれております。この2つのハエトリソウもですね、今のところは病気の症状っていうのは出てないですね。でこのハエトリソウなんですけども、去年一昨年は全くと言っていいほど病気の症状なかったですし、それ以前も今年のようなひどい状態にはなったことがないんですよね。もちろん YouTube をやらせていただくようになって、ハエトリソウの株数がかなり増えたっていうのもあるんだとは思うんですけども、以前はハエトリソウってそこまで難しい食虫植物っていう感覚はなかったんですけども、今年の経験で、少し癖があると言いますか、状態がいい時は水さえ切らさなければもう放置でもどんどんと成長していく食虫植物なんだけども、何かしらのちょっとしたきっかけで今回のようなことになってしまう、大変繊細な食虫植物っていう認識に変わりましたね。病気になってしまったことは大変残念だったんですけども、今年の経験っていうのは私にはかなりプラスになりましたね。続いては今回私が病気になったハエトリソウに使用した薬剤についてなんですけども、まず私は梅雨入り前に病気予防のためダコニール1000という、これは殺菌剤なんですけども、1000倍に希釈したものを散布しております。今年もね散布をしていたんですけども、残念ながら病気になってしまいました。でその病気になってしまったハエトリソウに今回使用した薬剤がこちらの住友化学園芸さんから出ているモスピラントップジン M スプレーです。で今回私がこの薬剤を選んだ理由なんですが、先ほどお話ししたダコニール1000という殺菌剤、これはとても優秀で有名な殺菌剤なんですけども、その効果が殺菌効果だけなんですよね。殺菌効果がある程度持続して病気予防の効果もあるんですけども、病気に関しては初期のものには効果が望めるということで、今回我が家のハエトリソウかなり進行しているものもありましたので、殺菌効果に加えて病気に対して治癒効果のある薬剤をですね選ばないといけないなっていうふうに思ったので、その殺菌効果治癒効果両方あるこちらの薬剤を選んだっていうことですね。ただこういった希釈をせずに手軽に使用できるスプレータイプの薬剤の中で、殺菌効果と治癒効果両方あるのって他にもいろいろあるんですよね。じゃあなぜそんな中でも特にこちらを選んだのかっていうのが次の理由になるんですけども、これはあくまで私が見た中ではの話なんですが、このモスピラントップジン M スプレーは炭素病、活斑病、黒星病、黒斑病をはじめかなり広範囲の病気に効果があるっていうふうに書かれていたんですよね。なので、こちらの薬剤を選びました。それから薬剤を使用する時の、注意点といいますか、皆さんこのような表を見て選ばれると思うんですけども、ここの作物名のところ、どの薬剤を見ても食虫植物っていう項目ないんですよね。じゃあどこに入るのかっていうと、この観葉植物、この項目に食虫植物は入るそうです。なのでこの作物名のところに観葉植物って書かれているものを必ず選ぶようにしてください。それからここの適応病害虫名のところ、今私が使用しているこちらの薬剤は観葉植物のところ全く何も書かれてないですよね。これを見て、じゃあ観葉植物が、例えばこのバラのところに黒星病って書いてますけども、黒星病になった場合効かないのって疑問が出てくると思うんですけども、これはおそらくなんですけども試験をしてないので書けないんだと思うんですよね。で
例えばバラでいくと、うどんこ病と黒星病のバラにはこの薬剤を散布して効果があったんで書いているんだけども、炭疽病になったバラにはまだこの薬剤試験をしてないので、書けないっていう、そういう感じだと思うんですよね。なんで、私個人的な考えなんですけども、一応この観葉植物っていう項目があって、こちらの病名のところに疑わしき病気の名前がですね、別にこの観葉植物のところになくても、この中にあれば、観葉植物、つまり今回でいうところの食虫植物ですけども、効果があるって考えて、私はいいんじゃないのかなっていうふうに思います。厳密に言えば、炭疽病も病原菌っていろんな種類があって、それぞれの菌で薬剤に対する感受性みたいなものが違うんで、効果があるもの、薄いものっていうのはあるとは思うんですけどね。あとこういった薬剤を散布するときにローテーション散布っていう言葉聞かれたことあると思うんですが、これは同じものばかり使っていると、その成分に耐性を持った病原菌や害虫が出てくるため、それを防ぐために系統の違った何種類かのこういった薬剤をですね、ローテーションで散布しましょうっていうことなんですけども、私の場合ダコニールを病気予防のため散布するっていうお話しましたけども、その後に病気の症状出なければこういった薬剤を積極的に使うタイプじゃないんですよね、私の場合は。なので、個人的にはそのような場合あまり気にしなくてもいいかなっていうところはあるんですけども、ただね、鼻から耐性を持った、菌ないし害虫が来た場合はですね、効果はないですから、やはり数種類は系統の違うものを揃えておいた方がいいんじゃないのかなっていうところもありますよね。はい、いかがだったでしょうか。私は真夏に、しかも病気で終わり捕虫を全てカットしてしまったような、そんなハエトリソウの植え替えをしました。結果としてこのように復活してくれましたけども、たまたまだったのかもしれません。なので今回お話しした内容は一つの参考として聞いていただければなと思います。それから最初にもお話ししましたけども、この後没動画をですね、おまけとして入れておりますので、そちらの方もぜひご覧になってください。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者の方に分かりやすくを心がけ、いろいろな食虫植物に関する動画上げていきますので、よろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、まだご覧になったことのない方はそちらもご覧になってみてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回はですね、広島市植物公園で現在開催されている世界の食虫植物展にやってきたんですけども、ちょっと私今日いろいろとありまして30分しかいられないんで、早速行ってみたいと思います。ただね、いくら急いでいるからとはいえ、やはりここの大温室から入って、空中デッキはね歩いていきたいですね。今年も見れましたバオバブの木です。立派。どんどん行きましょう。このね、ビカクシダが、そしてここにはね、ずっとこのように、ランがね、バレノプシスですね、コチョウランです。涼しい。ここにね、大きな旅人の木があるんですよね。めちゃくちゃ大きい。よし、どんどん行きます。私はもう40年ぐらい前、もっと前かなここに初めて子供の時に、両親にですね連れてきてもらったんですけども、その時はまだこういった空中の散歩デッキがね
なかったんですけども、いやいや本当に今日はこんなに急いだのは初めてですね。これはロブスターコーヒー、こんなに花が咲いております。先ほどの下の旅人の木の葉っぱがね、こちらになります。すごい大きいですよね。こんな感じです。ここはね、大きなビカクシダがちょうど滝のところですね。さっきしたのね、めちゃくちゃ綺麗です。で、ここにはタンクブロメリアがずっとねあります。これはクズマニアですね、これはね。で、めちゃくちゃ急いでる。で、ここのですね水蓮温室に行くと、もうここ見えてますよね。やはりこれはね、一応入っていきましょう。よいしょ。ここが、常設の食虫植物のコーナーですね。ここはいつ来てもこのような感じで食虫植物が展示されております。よいしょ。これがね、巨大ウツボカズラのオブジェでございます。ここにはね、アンプラリア、それからセファロタス、ここにはハエトリソウがありますね。こちらサラセニアもあります。ここの階段の下を降りていくと、ここが水蓮の温室ですよね。下から見ると、こんな感じです。で、ここに巨大ハエトリソウのオブジェがありますけども、ここはね、ちょっと今入るのはやめましょう。で、先ほどのウツボカズラ、もうね、ウツボカズラがこんな巨大なウツボカズラオブジェ、ちょっとね見えないですけども。で、外にはこういったね、サラセニアの巨大オブジェもあったり、ここにはムジナモのね、水槽があったりで、いつもお話ししているこの水蓮温室を出たところにあるこの、池なんですけどね、ここにはたくさんのタヌキモがね、ちょっと今年はアナカリスもいっぱいありますけども、ここにね、タヌキモが花が咲いてますよね。はい、それではね、もう少しで展示温室に到着いたします。まずはこの福祉屋温室をね抜けていくんですけど、めっちゃ涼しい。